X でポストしたんだけど、見える？そばかすできたんですよ。ここ開けたらもう最悪。ここでっかいそばかす、シミができてる。怒ってるっていうよりはもうショックが大きくて放心状態だった。それだけ大事にしてたんだな私これって思って。皆さんこんにちは、イグです。今日は質問コーナー一つお答えして、購入品をちょっとだけ紹介して手帳タイムをやっていきたいと思います。皆さんもよろしければ一緒に週末の手帳タイム過ごしましょう。質問が一つ届いていまして、コメントにいただいた質問でそれに返信する形でお答えはしたんですけども、同じ疑問を持っている方のためにここでもお答えします。その方の質問は、この手帳についているしおりの先っぽのこういうタイプのしおりってボソボソしてくるじゃないですか。これをその方はボンドでこうペチョって塗ってボソボソ防止をしてるんですけど、イグさんのなんか色がついてるみたいなんですけど、どうやってるんですかっていう質問が来ました。ありがとうございます。こんなところまで見ていただいてね、ありがとうございます。私はですね、一回コメントで100均とかで売ってるちっちゃいワッペンをこうやってここにプチプチっとこう表裏で留めるのも可愛いですよって言われたことがあって、それをやったこともあるんですけど、多分ね、私の選んだワッペンの形が良くなくって、こうね、ワッペン同士が絡まり合っちゃって、こうやってこうやってこうやって絡まり合っちゃって、なかなかねこれだけを取れないなってなっちゃったんですよ。で私はジェルネイルしてるからそれつけてみようって思ってやったのがこれなんですね。なので答えはジェルネイルなんですけど、こういうタイプのこれはほぼ日のこのカバーについてるしおりなんですけど、中に入ってるノートがマークスのノート入ってるんで、それについてるこのしおり、ここにもついてますし、このタイプのしおりがついてるものには全部同じ加工をしています。でですね、一度去年やった時になんか丸っとしたかったんですよね。まん丸にしたくて、結構カラーのネイルもりもりにして作ってみたんですけど、トップコートが固まりきってなくて、カバンの中でこうカバーに潰れてしまって、カバーにカラージェルがベタってついてるみたいな事故がありましたので、そこには気をつけようと思って今年はね、平たく作っています。縦に見たらこんな感じですね。塗ってるのはベースコート塗って固めて、カラーを塗って固めて、トップコートを塗って固めるっていう、普通にネイルにつける感じでやってるんですけど、まず本当はこういう雑貨につけるのはね、レジンがいいですレジンの方がちゃんと固まると思うし、多分ネイル用って人の人体につけるものだから若干優しくできてるはずなんですよね。だからこういう雑貨とかにつけるんだったら人体関係ないからレジンでカチッと固めた方が丈夫にはなると思うんですけど、そのためにレジンセット買うのなんだったので持ってるネイルでやりました。で、まずベースコート塗ることで布に、そのベースを染み込ませて固くします。このカラーを塗りやすくします。カラーだけだと多分染み込んじゃってね、なかなかにじんじゃったりすると思うんで、ベースコートを塗って固める。でカラーはさっき言ったみたいにモリッとしちゃうと固まらなくてカバーが事故るので、本当に色がつくぐらい薄く表裏に塗る。でそれを固めて、固まったらトップコートを塗って固める。これを表裏両方やります。それだけですねでここね、私はいつもクリアファイルにこうベタってくっつけてベーって塗るので、硬く三角というか四角くこうなっちゃうんですね。ここを拡大したら四角くなって、ここの角のところが痛いので
全部終わってからヤスリで、これもネイル用のヤスリなんですけど、ヤスリでこう角痛いとこだけ落として終了なので、別に特に丸でもないし三角でもないし、塗った形というか筆の形になってます。で色は私の今年のラッキーカラーが黄色と黄緑だったので、ちょうどこれ黄緑じゃなくて緑なんですけど、ちょうどね持ってたんですよ、ネイルを。だから黄色と緑でつけてます。全部黄色と緑で統一させてて、1本しかない手帳に関してはその紐の色に合う色をつけてます。どっちかっていう感じでね、ちょっと重くなるからこう垂れ下がるのがね、私はすごく扱いやすいんですよね。もう何も重りなくて、こうピーンってこういうピーンってなった状態の方が使いやすいっていう方は何もつけない方がいいと思うんですけど、私ねちょっとだけこう垂れるのが扱いやすいから、プラプラするのが可愛いし扱いやすいんでこれつけてます。私は1年に使うぞって言って買う手帳がすごい量なので、まとめてやるの大変なんですけど、本当はね手帳なんて1年に1冊から3冊ぐらいじゃないかな、多くても普通の人はって思うので、それぐらいだと全然余裕なのかなと思いますね。来年はもうちょっと今よりは減らしたいなと思ってます今のところ思ってはいます。そんな感じですね。あとネイル春ネイルですかっていう質問も来てたんですけど、これは塗るネイルです。春ネイルはね、爪の大きさとか幅とかが合わなくてやめちゃいました。1回だけねやったことあるんですけどやめちゃいました。自分で塗るタイプだとすぐ取れるんですけど、まあ1本だけ直すには10分ぐらいで終わるから、まあいいかなと。私は塗るネイルをやっています。はい、では購入品をちょっとだけ紹介したいと思います。今日届いたものは、まずこれホメモユーザーおなじみのロール紙印刷の紙です。結構持ったんですけど、さすがに消耗品なのでなくなってしまって、あと1本になったので買い足しました。色がついてたり、紙にね色がついてたり、透明の用紙っていうか透明に黒い印刷っていう紙もあるんですけど、私はどこにでも貼れるように白いペーパーを買っています。透明に黒い文字とかさ、テプラの時代にすごいなんかいっぱい種類持ってたなって思い出しますね。昔テプラが出た時、テプラっていう名前じゃなかった、ネームランドが出た時に持ってて、いろいろ作ったんですよ。その時テープもね何種類か集めて、だから今実家のこう電気のスイッチ、各部屋にある電気のスイッチに、ここは玄関とか門頭とか私がねペタペタ貼ったんですよでそれで剥がれなくなってんの剥がれなくなって今も残ってるっていうね、面白いことになってますけど、なんか家建ててすぐそんなことさせていただいてありがとうございます両親って感じですね。でこの紙を買ったのと、やっと買いました。AirPods の AirPods Pro の3なんですけど、今まで初代をずっと使っていて、片耳壊れてメルカリで修理備品みたいな、ちゃんと修理された中古のものを購入したんですよ、5000円で。でちょっと怖いじゃないですか、やっぱりメルカリだし。でもメルカリショップでその方はそういうガジェットを、古いものを集めて修理して売ってるっていう、安く売ってるっていう方だったんですね。お店だったんですよ。だからまあショップスだから、まあ片耳だし5000円だし、ちょっと買ってみようかなって思って買ったんですね。そしたらめちゃくちゃサービスがいいというか、アフターサービスっていうかね、なんかあったら言ってくださいねみたいな、すごい手厚いメールをいただきまして、すごい優しいお店かもって思ったんで、実際聞いてみても全然問題ないし、傷があるのは記載があったし、中古だからしょうがないと思ってて、私こういう AirPods とか iPhone とか
あんまり落とさない人なんで、傷があるっていうのがちょっとね信じられない感じなんですけど、まあ中古だしね、男性が持ってたのかなって思って。別に耳にはめるって音楽聴くには傷があっても大丈夫だしね。で本当にありがとうございました、助かりましたっていうことを言ってたら、また今度反対の片耳が壊れて、なんかね音がプツって途切れるんじゃなくって、何も流してなくてもプツプツっていうの、流しててももちろん聞こえるんですよ。で流してなくてもなんか聞こえるし、なんか聞こえるなって思い始めたら耳障りじゃないですか。それでまあ古いものだし同時期に買ったものだから、あとね充電があんましてるはずなのにできなくなるっていうね、なんか不具合も出てきて、こっちも同じ方のお店で買おうかなって探したらあったので、また5,000円ぐらいで買いまして、譲っていただきまして、快適に過ごしてたんですけど、今度ケースがね私前のやつのケースもう寝る時間の刻印入れてたんでめちゃくちゃ大切にしてたんだけど、充電しても片耳だけできないとかね、そういう初歩的なよくある故障をしまして、全然ゴミとかも溜まってないんだけどよくある消耗になってしまって、今度充電器を同じお店でね買って充電器だけだとね3,000円台ぐらいだったんですけど、だから結局13,000円ぐらいでもう1セットの AirPods 初代を買うというね感じになったんですけど、まあそれは全部修理済みのものなので完璧でした。でその充電器買った時にセットの仕方とかね、リセットの仕方とか全部教えてくれて、で私も前の方の情報とか全部抜いてますよねみたいなことを聞いて、それは大丈夫ですっていう回答ももらって、で買い揃えたんです。でも言うてもまあ初代なんでそろそろ新しいの欲しいなって思って、結構機能も変わってるからね欲しいなって思って、お小遣いを1ヶ月1万円ずつ貯めて、4万円ぐらいなんで貯めて4ヶ月待ってやっと買ったんですよ。それで十勝に聞いたらね、Amazon で買った方がちょっと安いって言われて、でも買う時にはねやっぱり注意が必要だから、その Amazon の買いたいやつのスクショを送ってって言われて、送ったらちゃんとね販売元とか発送元とか見てくれて、これなら大丈夫だよ、ちゃんと Apple が出してる Amazon のお店だからみたいな、安全だよって教えてくれて買いました。で Amazon で買ったから若干 7% ぐらい安かったのかな、ちょっとね3万7,000円ぐらいで本体買えたんです。本当は3万9,800円だから4万ちょっとするものが3万7,000円ぐらいで買えるから、ケース代も浮くよって言われて、このシリコンのケースちょうどね1,200円ぐらいのケースだから、予算ぴったりで購入しました。このケースめっちゃ可愛くない一目惚れしました。今まで普通のこの AirPods の形に合ったねシリコンの1,000円ぐらいのケースをずっと使ってたんですけど、普通にこう見てて可愛いって思ってこれにしました。可愛いよねで私の iPhone 新しくAirPods 新しくなりまして、古いものはまだ充電の持ちはあんまり良くなくなってきたけれどもまだ使えるので健吾にあげました。健吾は AirPods 初めてなのでものすごい喜んでましたけど、で、もう一つねこちらパイロットのネイチャーパレット、単色で買おうとすると売り切れの色があったんです。それが人気なのかな。だけどセットで買ったら買えたので買いました。これ Amazon の店舗 Amazon に出してる店舗のショップカード。青めっちゃ綺麗だね。あとこの色の名前がね、私はもうめちゃくちゃ私好みわって感じがしますよ。憧れの海、空の青、朝の風、夜空散歩、つららの雫、雨模様、めちゃめちゃ綺麗で、青がね好きだから。でこれ 1.0 なんですよね。太めで濃淡が出るっていうのが売りっ
ぽいんですけど、これもコメントで試しましたかって言われて、私まだ買ってなかったんでそれを機会に購入しました。欲しいなとは思ってたので、試しましたかって言われて、まだなんですって言ってね、今回買いました。これ好き。これ空の青が好きかな、私は。これね、これもいいけどね、晴れの海、この2つは夜空散歩と雨模様。これはなんかよくあるというかね、手帳にも普通に仕事でも使えそう。で、空の青と晴れの憧れの海がこれ。仕事では使えないけど手帳にはめちゃくちゃ使えそう。で、あとの2つがちょっと似てるけど、これですね。まあデコレーションとかするから全然薄い青でも使うんだけど、1.0 さすがね、1.0 だけあって出なくなるっていう心配がなさそうね。ペン増えちゃったねどこに刺しとこう。もう私のペン立てはめちゃくちゃパンパンに入っているんですよ。以上が今回の、購入品でした。では、いつもの手帳タイムをやっていきます。今日はいつも書く手帳を書こうかなと思うんですけど、いや昨日X でポストしたんだけど、見える？そばかすできたんですよ。ここ開けたらもう最悪。ここでっかいそばかす、シミができてる。これはですね、その買い物から帰ってきてリュックから手帳とかスマホとかバーってテーブルに出して、買ってきたものとか出して、部屋に持っていく直前だったんですけど、うちの浄水器の変えるところを変える日だったので、それを買いに行ったんですけど、その付け替えを健吾がやってて、それ外してセットする前に水道を出してしまい、もうって水しぶきがね上がりまして、キッチンとリビング対面になってるからね、食卓テーブルあたりぐらいまでブワーって雨が降ったわけです。で、めっちゃ濡れたんだけどみたいなことを言って、そんなことあるとか言ってて、パッて見たら机の上でこの子に水がめちゃくちゃかかってたんですね。うわー、やっちゃったと思って、で慌てて拭いて乾かしてはみたんですけど、あと革のお手入れする前ってさ、湿ったタオルとかでバーってお水で洗顔するみたいにね、湿らせたりするんですけど、それをやってもやっぱり湿ったもので拭くっていうのと、その水がバッてかかったっていうのでは染み込み方が全然違って、あんまり変わりませんでした。でも若干は薄くなったんだけどね、これ以上は多分消えないだろうなっていう感じ。確かここの濃いシミはね、前からあったんです。何かでついたシミ。この辺のそばかすみたいなのが水道水。こことめっちゃショックでしたね。その時はもう1時間ぐらい口聞けなかった、健吾と。怒ってるっていうよりはもうショックが大きくて、放心状態だった。それだけ大事にしてたんだな私これって思って、新しいのが欲しいわけじゃないんですよ。でも戻せないってなってね、マジでってなって放心状態でした。でもこれをずっと使っていきます。人間だってシミはできるんだからね。あとできることは定期的にお手入れして、あといっぱい触って、この濃くなってしまった色に合わせて私の油をつけ続けるしかないという感じになりましたけど、全然これ使っていきます。なんか新しいの買ってもいいよって言われたけど、なんかそういうんじゃないし、ちょっとねほぼ日のウィークスに合うフクロウちゃんっていうのがあるんですね、カバー。それはちょっと惹かれたんですけど、それだったら新しいの欲してもらってもいいかなってちょっと思ったんだけど、私がほぼ日のウィークスで使うのはスニーカーしかないんですよ。ハードカバーが苦手だから。でメガがいいから、スニーカーを使うとしたら裸で持ちたいタイプなので、カバーいらないかなってなってやめました。もうすぐ誕生日なので
何かしら買ってもらおうかなとは思ってますけどね。でも革の手帳系はもう揃ってるからずっとこれ使いたいから、なんだろうね、消耗していくものといったらロルバーンのノートとか買ってもらおうかな。わかんないけど、まあそれはお誕生日プレゼントということで買ってもらいます。ということで、今日は手帳タイムに入るまで30分おしゃべりしましたけど、ここからねいつもの手帳を書いていきましょう、ね、この子と一緒に。多分これここ触りすぎてね白くなってるわ。私の手垢というか皮脂がついて、多分これは使っていくうちに黒くなっていくはずでしょ、変わって。だからこの今白くなってるっていうのはそのうち消えると思うんだけど、ここも一緒に黒くなっていくからね。このぐらいの色までなるといいなっていう感じはしますが、怒っているというより放心状態になるとマジで何も言えなくなるっていうのが分かりました。はい、本日は、撮影日4月3日、もう4月3日、4月ですねって言ってたのにもう4月3日です。昨日はお出かけしてね、いろいろホームセンターとかそういうちょこちょこっとしたところにお出かけしたので書けてません。これは書いとこうかね。マンスリー、ここはもう手帳のことでしょう。ちょっとここ浮いてくるの気になるな。ここちょっとちょっとここ直します。はい、こうですね。手帳のまた手帳のシールがないって言うんでしょうけど、この間私文具のシール見たんだけど、あった、こんなのあるんだと思って、ガイアさん10周年の時の文具シール、でかいけど貼れるものあるかな。これ貼ったら書く場所なくなる。すごいよね。これガイアさんが出してるシールとかちゃんと貼られてるんですよ。これとかねこれとか見たことある。この花のシールでっかいか。このシステム手帳いけるかな。ギリギリいける。ここに文字重なってもいいかな。フクロウそばかす事件。テレ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 レ。はい、今日のニュースはAirPodsかな。イヤホンありそう。あれ使おうか。私の大好きなハッピースナッピーステッカーの音楽。これね、ピンクのやつが、ね、マインドウェーブさんのハッピースナッピーステッカーのピンクのうさぎさんメインのシールがね、ほら音楽関係なんです。イヤホンはないか、ヘッドホンになっちゃうかな。ロイヤルかっこいいね。ちもしないし悔しいおいしい。イヤホンはないか。じゃあヘッドホン、ヘッドホン。すごいね。セッティングさっきしたんですけど、聴力検査みたいなことしてくれるの。病院でピーとかプーとか鳴ったら押して離してみたいなのあるじゃん。それを iPhone でやってくれた。両耳とも難聴の可能性ほぼなしって出たけど、ほぼなしって怖くないちょっとは聞こえてない音があるってこと。まあお耳の性能も年とともに落ちるそうなので、若い耳だったら聞こえたのかな。でね、あと今一番というか今やりたいことは、このシールの束がね今いっぱいあるんですけど、ちゃんと仕分けしたい時間がなくてそんなことできないんだけどさ、こういうちっちゃいプチプチの人とか、これはだいたい揃ってるんだけど、結構バラバラに入ってるものがね多いから、ちゃんと仕分けしたいんだよな。そのうちこれが、4月の1日のデイリー。これが2日で、2日はねかけてない。出かけたからしょうがない。もう昨日の夜中というか寝る前にデコレーションだけして力尽きました。昨日買ったシャボン玉使ってみたくてね、デコレーションだけして力尽きた。これもう貼っちゃいます。ここで振り返ってたらいくら時間があっても足りません。で、今日3日分は書けるところまで書こうかな。またデイリー書いて終わっちゃうかもしれないけど、まずは
過去のものを貼るところから。4月1日は仕切り直そうっていう気持ちが強いのかな。ちゃんとしっかり書いてるわ。仕事朝まで仕事だったのに。これが2日。もう2日になると力尽きている。ほら体調管理も書いてない。でもタスクは書いている。これも書いてないじゃん。書いてから寝るつもりでデコしたんだけどね、眠くなっちゃいました。眠剤飲んでからやってるから。はい、4月の1日コンコンブラザーズ、私の今のコースター、水筒を置いてるコースターのコンコンブラザーズ。あ、コンコンブラザーズ集かわいい。これが2日、昨日。これが今日です。かわいい。1週間ごとになんかテーマがあってかわいい。あ、これ裏もかわいいね。うさぎ。よし。もうすでに生活習慣乱れてます。1、2って朝まで仕事だったのが響いてて、もう3も起きれてませんね。はあ。このシャボン玉のテープすっごい可愛かった。セリアさんです。マステじゃなくて PP テープね。これは昨日のタスク。一応書いてあるからチェック。OK。でこれは書いてなくて日付が入っているので廃棄。使ってなかった付箋は再利用。来週の月曜日あたりにねつけときます。はい。これ12時起床成功日がまだ0っていうよ。ではモーニングからね書いていこう。あ、せっかくだから新しいペンで書こうかな。好きな色だった空の青。今日のモーニング太いけどね、いい濃淡です。本当に万年筆みたいっていうよりフリクションみたいだね。フリクションみたい。でもこれ消えるタイプじゃないんでしょ。なんか北海道の昨日の積雪量の何かをね、気象予報士の方のポストで見たら、他全部ゼロなのに釧路21センチって書いてあって、あとどこだっけ、北じゃない、根室、なんかその辺、中標津か、中標津が9センチとかね、そのぐらいで釧路21センチ、あと全部ゼロみたいな。めっちゃ集中攻撃受けてましたけど、夜桜のような雪がこう横殴りの雪だったから、枯れ木にこうくっついててね、夜桜みたいな雪の木を見れたのは良かった。めっちゃくちゃ綺麗だったよ。道路走ってても両脇にある木全部に雪がねついてるから、なんか桜並木みたいだった。次ロイヤル、ちょっとメモ帳が小さくなるので戻します。ロイヤル、今日は寝る前にご飯あげました。私が練り運って呼んでるのは、うさぎさんが栄養のために食べるうんちを出す時間っていうのがあるんですけど、うちは結構乱れてるでしょ。朝ごはんの時間も平安歩の時間も乱れてるんで、ちょっとずれるとね、練り運を生成している時間に平安歩だったりするんですよ。そうするとね、うちのロイヤルはね外では食べないから、ケージの中では上手に食べてるんだけど、外で食べないからね、そのまましっぱなしなんですね。だからそれを踏まないように今度はこっちが気をつけてね、
スッて取らなきゃいけないんだけど、しかも一回ね床に落としたらもう食べないんですよ。どういうことなんだ。ほかほかがええんか。でロイヤルの場合なんか特殊で、その床に落ちたうんちをこうティッシュでこうねスッと取ろうとすると激おこ激おこされるんです。歯出して向かってくるから気をつけながら取らなきゃ。取らないとそれ踏んだらもう最悪だからね。ロイヤルが、人間は別に洗えばいいけどロイヤルお風呂入れることできないから踏んだら最悪なんですよだからねロイヤルが踏まないようにって取らなきゃいけないんだけど、これだけかな。健康管理メモ、今日のタスク、これ少し前から書いてるけどね、クローゼット直しまだまだやってない。体質改善リフィール、先月調子良かったんだけどな、このリフィール作って後半になると気が緩んでねダメになってきたんですけど、デコからやろうか。そう暦生活さんの毎日日めくり、昨日の分まだめくってないけど今日の分これじゃん。私が前にすごく好きな言葉って言ってた川垂れ時の川垂れ、ほら彼は誰が語源って書いてます。川垂れ時、4月3日は何の日ですか。世界自閉症啓発デー。日本の記念日はインゲン豆の日。インゲン豆の日この今日何の日はね、数にも筆でバーって書くんで、その時は全部書くんだけど、ここは一つ、日本の記念日を書こうかな。天気晴れ。今日の過ごし方、これに合うカードが出ると思うんだけどな、いつもの感じだと。詳しい方は分かってますか。かわいい。できるかそんなできるかそんなこと。ではインゲン豆の日をデコっていきたいと思いますどうやるの。食べ物のさ、食べ物に目ついてるやつは持ってるけど、食べ物のシールっていうのがね少ないんです私。枝豆でもいいかな、あったんだけど、なんか緑豆なんてそんなピンポイントないだろうけどさ、緑っぽいすだちだな。これはどう見てもすだちだな。これはここにないさやえんどうとかになっちゃうかな。いっか。ほらめっちゃ夏な感じがする。これとさっきのお豆さんでいこうか。これ右側切れてないタイプいつから使ってないんだ。無理しないでって書いてある。豆おにぎりもあるよ。これ早速セリアさんに入荷してもらいに行ったって方いましたね。かわいいよね。学校でも名前がハッピーヌック。お豆さんを探している。あれ、いそうなのにいないな。お団子だった。あんまりなかったわ。ないね。なんか緑っぽいなんかないか。これでしょ。緑っぽい丸。よし。
このぐらいですね。ここは夜かけます。体調別に書くことはなし。スニーカーさんはここは予定管理で使うのをやめたので、さっきみたいなシール日記を書いていきます。ここはもうね仕事です朝まで仕事した日はもう仕事。マインドウェブさんのモードアイコンステッカー。ムードだわ。また間違えたわ。今日はなんかまた寝てしまったので、親子ナイトでっかいね結構。このスニーカーのここだから貼れるかな。ナイトだけど別に寝てない。寝る前の子たちだこの子。こっちの方が寝てるか。ラブリーベイビーアミファさん。ベイビーだから赤ちゃんなんだけど。でしょ。4月1日1から書いてない。天気。はい、スニーカーこんな感じですかね。あ、そうだ。今日ここに貼っておく健吾からの手紙。こちら、イグさんへ。タオルに大きな鼻くそつけてごめんなさい。でも全く記憶にございません。いや、洗面所にね、顔を洗うタオルじゃなくてこう手拭くタオルがあって、そこで手洗って手拭こうと思ったらでっかい鼻くそついててさ、またこういうことやってるって思って置き手紙をして寝たんです。今日の日付でいいよね。もらったのね少し前なんだけど、こんな感じ。であれだよね、タロットカード届いた時とか貼ってないよね。シール、せっかくつけてくれたシール貼っとこうかな。ここにね3枚つけてくれたんですよ。よし、こんな感じでスニーカーを終えます。はい、ということで今回は、質問にお答えしました。手帳についているしおりの先のこのポッチをどうやって作ってるんですかっていう質問と、ネイルは貼るネイルですか、塗るネイルですかっていう質問がありましたのでお答えしました。そして購入品紹介はこれですね。これ購入したのでご紹介しました。私が一番この中で好きな色は空の青ですこれ使って手帳書いていきたいと思います。なんか春っていうより夏じゃない、夏678 567-8月ぐらいに使いたいですね。あとはフォーメモの紙を補充しましたということと、手帳タイムはミニロクデイリーログ、スニーカー書いていきました。このそばかすも味として成長させていきたいと思います。このカバーはずっと手帳タイムに出てくると思うので、どうなったか、これこそアハ体験ですよね。1年後とかのやつを急に見ないと変化わかんないやつ、一緒に1日ずつ楽しんでください。ということで今回はここまでにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。